皆さんごきげんよう。美魔女が年齢を重ねる希望と具体策を語るチャンネル、美魔女スタイルです。はじめまして。私は第12回国民的美魔女コンテストグランプリ谷口信江57キャラットです。今日のテーマは4300円で10品ナチュラル系美魔女のタイパ美人レシピ。レッツ美魔女。イエイ。はい、じゃあ今日は、美容健康時短のコスパよしの、見た目華やか料理ということで、新鮮な食材を買い集めてきました。ケールですね。赤かぶとフルーツ類はビタミンミネラルっていうことで、ビーツは、女性にも人気だと思うんですけど、飲む輸血って言われてるぐらい見た目も華やかだけどすごく体にいいので、私は見つけるとなるべく買うようにしています。マッシュルーム、キノコ類もすごくいいよね。黒舞茸とかね。で、葉っぱも調理します。皮も葉っぱも全部やります。と、タンパク質でお魚、タイの柵と貝類、タウリンとかね、いろいろ亜鉛とかも豊富なので貝類、タコもタウリン豊富で、鶏肉で私が一番美容として取るのはささみとか鶏胸肉が多いんですけど、これもしっとり今日仕上げる方法をお伝えしたいと思います。こちらで昆布締めを作ります。ちょっとね、これすっごい大人気だからぜひ作ってみてください。まずラップを引きます。安い感じの昆布、柵でのせるでしょ。ちょっと包んでみようかな。ね、昆布のうまみがね、全部届くので簡単。これでこうキュッキュッキュッと巻くだけなの。これで OK です。貝もやります。はい、こんな感じ。なるべくね、敷き詰める感じですごいね、この水分が取れて昆布のうまみが魚に移って本当に美味しくなるの。これびっくりするほどね、別物みたいな感じで美味しくなるんですよ。こうして巻いてギューッとね締めてくる。でもちろんこれ使った昆布はお出汁とかに入れて作れます。数時間でも食べてもいいし、 2,3 日置いたりしても昆布のうまみがすっごい凝縮して何日か経っても美味しくできるので本当におすすめです。こんな感じで冷蔵庫に入れてます。タコのマリネを作ります。牛乳の後ろのパックを取っておいて、これで切って、まな板汚さないようにしてます。これは本当にね、ぶつ切り、タウリン豊富だから美容健康スタミナにいい成分で、美容食っていうとタコって思い浮かぶんだよね。もう保存容器に入れちゃって、オリーブオイル、お塩、めんつゆ系なんでもいいです。ちょっと入れて胡椒、冷蔵庫入れて完成。野菜を全部洗いまして、同時進行で作っていきたいと思います。大根は皮も使うんですけど、でこれを皮はきんぴらにしようかなと思います。でこれは、きんぴらになります。薄め、こんな感じ。かぶ、色が綺麗だから買ったのね。これはやっぱりだからこういう輪切りの方が可愛いよね。ピクルス液はざーっと好みのお砂糖でいいんじゃないかと思います。ここに塩も入れようかな。塩もちょっと入れて、塩ってミネラルね、たくさん豊富な塩っていうのは毎日本当に取った方がいいので、あとお酢は好みなんですけど、千鳥酢少々、お好みのそばつゆ、これをここでもマリネ液を作っちゃうわけですね、適当に。これ愛用の白い魔法の粉なんですが、酸化の少ない粉だから、もうこれがあればちょっと生きていける。いろんなものの入っただしの粉なんだけど、粉末、美味しくなった。このまま飲めるくらいで、これにこうつけていくだけ。もうね、こっちも同じです。こっちは随分大きいですよ。ほら、お皿にしたいよね、これほんと。はい、でこれ一品仕上がりです。いつもね、考えてるのは時短で簡単な量にまな板も洗わなくていいようにって思ってるから、ケールちゃんはそうね、こんな感じで生のままでもいいんだけど、今日は火を加えてもう味をつけておこうと思います。茎はね、なんとなく、はい、
じで、大根パーはもうそのままペッ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 と、もうただ単に細く。で今度はビーツさんね。ビーツすごい栄養ですからね。ちょっと固めだから小さめにすると食べやすいと思います。舞茸さんですね。この立派な舞茸は薄くスライスするんです。こうやってね、大きくね切ってソテーにするととてもね美味しい。並べて焼いてあげる。これは舞茸のソテーにします。こちらはリクエストでアヒージョにすることになる。これもねものすごい美味しいよね。マッシュルームはちょっとこういう風にきれいにマッシュルームのソテーも美味しいの。でもどうしよう、アヒージョ大きくても美味しいから3つ入れとかにしよう。贅沢。ちょっと残しとくとほらマッシュルームとかって水っぽくなってきてダメにしちゃったりするから、思い切って全部やっちゃうのおすすめよね。じゃあセミドライトマトを作ります。半分にね切っていって、その方がうまみが凝縮します。リコピンとかは熱に強いからね大丈夫で、さらにこのビーツですね、飲む輸血と言われているすごい美容にもいいビーツは、低温でじっくりね焼くのが中がね本当にほっくりした甘いビーツになるんです。一緒にオーブンとかオーブントースターでもいいのね焼こうと思います。オーブンだったら2段でね焼けるからいいんじゃないかなと思ってる。さつまいものペーストを作ります。このおすすめは皮ごとでしかもこれ蒸してもいいんだけどね、ちょっと今日は簡単にできるように簡単に火が入るようにこんな感じにしようかな。ポタージュとスイートポテトをちょっと合わせて一緒に作ろうと思います。無水調理っていうかほんのちょっと油を入れるだけでこう作ろうと思います。はい、では3つ一緒にスタートします。舞茸のソテー、ココトオイルで炒めていきたいと思います。なるべく動かさないようにしてきつね色になるように焼いていく。水分を飛ばしながら焼いていくというイメージかな。なので蓋はしないで、じっくり焼いていきます。そして、次にマッシュルームのソテー、こちらもアボカドオイルで炒めていきます。香ばしくプリンってね表面だけ焦がすような感じにしていくとうまみが凝縮してね、塩だけでもものすごい美味しいだしになるような、ほらポルチーニとかも乾燥させてお出汁っていうかパスタとかもすごい美味しいじゃないですか。ああいう感じの具に出汁みたいな具になるような感じになるので、これ以上はもう触らないようにします。これはアヒージョね。アヒージョもアボカドとオリーブオイルを混ぜようかなと思います。とニンニクがあった方がいいな。これは多めに入れちゃってもいいと思います。ニンニク下の方でね、私はすごいいっぱいこの量だと4個か5個ぐらいニンニク入れちゃったりして、そんなにタフタフにならなくてもオイルはきのこのね水分が出てくるのでそんなにいっぱいではなくても大丈夫です。はい、では10分ぐらい炒めました。舞茸ちゃんこんな感じです。いい感じのように仕上がってます。そして塩パラパラ、塩化ナトリウムじゃなくてミネラルたっぷりのお塩を使うといいと思います。こんな感じでカリカリになってるの分かるかな。だしも入れとこうかな。ちょっと一振りだしもかけてこちら完成。そしてマッシュルームちゃんも1/2分の1ぐらいに動かさないとねこんな感じで水分出ないで周りだけでいい感じになってます。お塩こんな感じかな。はい、でこちらも OK。 ニンニクが結構入ってこれもうまみがいっぱい出てます。これはお塩ねちょっと多めに振った方がいい。これ結構入れます。味濃いめにね。こちらにもちょっとお出汁入れちゃおうかな。めんつゆ入れてもいいですよ。めんつゆとか入れちゃうのちょっと普通のアヒージョと違うね。はい、じゃあケールソテー、いろいろ使えるサラダとかにもできるケールのソテーいきます。さっきのうまみが残ってるマッシュルーム炒めた
そこに入れちゃいます。少しオイルを足します。お塩をパラパラ、めんつゆでこんな感じかな。蓋をして2分くらいかな、強火で。ちょっと水があった方がいい。そしてこちらでは大根パいこうかな。大根パもこちらでざっくりお塩をパラパラ、こんな感じで仕上がりました。綺麗な色、ね、このぐらいの時間だと3時間で綺麗な色に仕上がります。でこれでもう保存容器に移して、サラダの時にはナッツをかけたり、ヘンプシードとかスーパーフードをかけるとすごくいい美容食になると思います。そしてじゃあこっちはまたこのお鍋で、今度はビーツ、これ最後にしたのはこっちの方が色が濃いんでね、ビーツにもオイルを一回し、そしてお塩もパラパラ、お水をちょっと入れて強火でまた2分ぐらいかな。はい、それでそうこうするうちにこちらが仕上がりました。これ大根パですね。これは、ごま油にしたら和風になるし、じゃん、綺麗に短時間だから綺麗になるので、はい、はい、これも綺麗な色に仕上がってます。最後にちょっとおだし回しかけようかな。ね、でビーツも仕上がりました。付け合わせとかね、サラダのトッピングとかにもいいと思います。でじゃあここで最後に大根のね、きんぴら、ごま油とかでもいいんだけど、大根の、皮をスライスしたもの2分ぐらいかな。お塩パラパラ、厚手の鍋がいいと思います。はい、次は鶏ささみ、しっとり鶏ささみを作ります。さっき切った切れ端ちゃんたち、野菜のブロスのスープで、これは玉ねぎもったいないので乾燥させておいてあるのがあればね、まあちょっと参考までこんな風な使い方もできますよっていうので、この玉ねぎのブロスってすごく体にいいので、これ作っておくとすごく便利です。あんまり入れるとね、苦くなっちゃうの。玉ねぎスープとかってよくあるじゃない。でそれでもうこれだけでとにかくこれを沸騰させます。ささみには事前にちょっと塩を振っておこうと思います。ちょっと味がね染みるように、このまま水分出るように置いておくといいと思います。沸騰しました。じゃん。そうしたら火を止めてささみを入れる。で冷めるまで置いて終わり。これはもう取っといた方がいいかな。あんまりね入れると玉ねぎの苦みが出てしまうので、他のお野菜はいいと思います。入れておいて、で蓋をしておしまい。これでしっとりささみの出来上がり。じゃん。もうこれであんまり入れすぎると長くなっちゃうので、こんな感じでお湯から出してあげます。ちょっとややピンクぐらいがいい感じです。でこのスープはまた何かに後で使う、お出汁とかにね、とかスープを伸ばすのに使ったりとかします。はい、でこれの、ソースをちょっと作ります。蜂蜜、マヨネーズ、マスタード、家にあるなんかめんつゆ、まあなんかこういう醤油麹とかね、これ私自家製の作ったのなんですけど、醤油麹とかあればこの辺をちょっとずつ混ぜていきたいと思います。はい、蜂蜜、マヨネーズ、マスタードはちょっとにしようかな。めんつゆ、このくらいかな。塩もちょっとチャラチャラっとしょう。はい、じゃあ全部混ぜてみました。ちょっとこれをね味見してみます。うまっ、一発 OK です。感じで本当にもっと低温だったら
お湯の中にお風呂に入れるようにして一晩とか置いてもいいんですけど、こんな感じでしっとりどり斜めにスライスしてもいいし、こうバンバンジーみたいに裂いても美味しいしね、ごまかけてちょっと日本風中華風にしても美味しいです。ということで完成です。ヨーグルトのクレメダンジュ、とっても簡単なんですけど作ります。今日は豆乳グルトにしてみました。コーヒーのこし器にフィルターをして普通のね全然ヨーグルトでもいいんですけど、乳製品気にしてる方とかはこれでやるといいんじゃないかなと思います。固めが好きな人は1日置いちゃっても大丈夫で、ちょっとトロトロのマスカルポーネみたいなゆるい感じのが好きな方は、そうね6時間 2,3 時間でもまあ大丈夫かな。ヨーグルトの種類にもよるんですけどね。もうこれだけで垂れてくるこの乳製は、私はパン作りとかに使うんですけど、またそれは別の機会にご紹介したいと思います。カットしたフルーツなんですけど、このままもちろん添えてもいいんだけど、ちょっとソースにするのに、私はちょっとソースにしたりするのが好きなので、この蜂蜜とかね、砂糖とかのお砂糖とかでもいいんだけど、蜂蜜とか自分のお好みのものをちょっと添えておくと水分が出て、このフルーツからソースになってくれるのでちょっとひと手間なんですけど、フルーツの酸味とヨーグルトとかクレメダンジュとかのこの馴染みがね良くなるのに、ちょっとこのひと手間甘いもののこれをかけておくとすごく相性が良くなるので完成度が高くなるって感じかな。水分がね自分で出てくるのよね。なのでちょうどこれが水が切れる頃にはいい感じになってます。でクレメダンジュっていうのはクレームドアンジュって言って、天使のクリームみたいな泡みたいな、天使のふわふわみたいな意味のデザートです。じゃあこれは冷蔵庫でこのまま冷蔵庫に入れて待ちたいと思います。お芋は少量ひたひたぐらいのお水で厚手の鍋でふかします。さつまいもの茹で具合を見ていきます。いい感じ。この竹串がスッと通れば OK なので、もう全部 OK かな。こんな感じでね、いい感じで煮えてます。これを水分と一緒に、ブレンダーに移していきます。じゃあできました。こんな感じでペースト状映ってるかな。保存方法としてはこういう感じで空気を除いてこんな感じで薄くしました。これで凍らせるといいんですけど、凍った時に、取りやすいようにこういう感じで4等分ぐらいにしておくと切り分けやすい十字になってる。でこれで冷凍庫にするといいです。はい、じゃあこんな感じで、1時間くらいかな、1つのビーツがこんな感じで溶けました。ビーツはちょっとちっちゃめに切って、ペーストになりやすいようにします。さっきの、お芋の残りなんかブレンダーに残ってるものをそのままでちょっとミックスする感じでこれでいきたいと思います。お湯をちょっと入れて、ひたひたになるくらいかな。都度洗わないで、なんか最初にビーツやっちゃうとビーツの色がさつまいもにもついちゃうので、最初さつまいもで次ビーツっていうのがポイント。綺麗なピンクにするなら、アーモンドミルク、魚醤とかちょっと入れてみようか。臭みがないナンプラー、塩ちょっと少々とかで味を整えてスープにしてみてください。見た目華やか料理が完成しました。これは大根パ炒めで、これは、大根の皮のきんぴらと、これはケールのソテーです。これはかぶのピクルス、こっちは大根のピクルス。
こちらは舞茸のソテーで、これは黒舞茸とマッシュルームのアヒージョ、きのこだけなので、このソースをパスタとかにねすると、リゾットとかにするとすごく美味しいです。こちらがさつまいものペーストです。でこれは冷凍にしておくとパキンと割って、そこにミルクとか豆乳とかアーモンドミルクとか加えれば即席で、ポタージュができるし、混ぜるだけでね、お出汁とかちょっと入れて、であとはスイーツにもなるようにそのままにしてあります。でこれはほら、こんなに最初の頃、ぜひね動画最初から見ていただくと分かるんですけど、本当にいちごと、キウイを切ってそこに蜂蜜をね入れただけなんですよ。でここにだからシナモンとか入れてもいいかもしれない。でこれがソースで、これはクレメダンジュ、今日は豆乳ヨーグルトでやったんですけど、豆乳ヨーグルトのクレメダンジュで、これにこのソースを添えるととっても華やかで、美容にも健康にも良くて、体にもいい、コスパもいいというような華やかなデザートになります。でこれはさ、ビーツの葉っぱなんだろうな、これはソテーっていう感じかな。でこれはビーツのペースト、そのままのペーストです。これはソースに使ってもいいし、本当に甘くてコクがあって美味しい。ボルシチとかになるね、これをスープにしたら薄めたら。でこれはこのビーツにアーモンドミルクを混ぜたもので、このままでもいいし、お肉とかに添えたりとか、パスタに絡めたり、あとはこのケールサラダにかけても色的にも綺麗ですよね。とかに何でも使えます。でこれトマトはこの時期はセミドライトマトって半分に切って、ちょっと塩パラパラっとしてオーブントースターでじっくり低温で焼いたものです。甘み凝縮なので、何かにパスタに添えたり何に添えても本当に美味しいです。とこれはマッシュルームの、これもソテーで、混ぜないことが大切なね、うまみ凝縮の本当に美味しい、何に添えてもいい感じ。これはとても美味しい、切って本当に混ぜるだけの簡単マリネです。としっとり鶏も野菜のブロスのお湯の中に沈めただけ。昆布締めも本当に簡単で、こっちがタイの昆布締めで、ちょっとしっとりしてきてるの分かるかな、パリパリがもうちょっと経つといいかもしれない。これはちょっと何日か前からも昆布締めしておいたブリかな、ブリの昆布締めだったかなをちょっと見本で見せてみました。ということで、これを組み合わせて簡単な10品の作り置きっていう形で今日はご紹介してみました。ということで、完成形作ろうかなと思います。では、美容健康コスパよしの見た目華やか料理10品が完成しました。イエイビーツのペーストで作ったパスタ、ビーツのペーストで絡めるだけで綺麗な色になります。とえのきは乾燥させてあります。ビタミン D たっぷりで乾燥野菜にしてあります。とこちらから、マッシュルームと黒舞茸のアヒージョ、そしてビーツのポタージュ、黒舞茸のソテーと、赤かぶのマリネとデザートに、豆乳ヨーグルトのクレメダンジュですねを、フルーツシロップにしてあって、それを添えてあります。とこちらは温野菜のサラダ、ケールもソテーしてあって、あとビーツの茎の部分と、あとはこれにも入れたちょっと甘みがあるとね美味しいので、フルーツを加えたり、ヘンプシードとかスーパーフード、ひまわりの種とかをかけてあります。とタコのマリネ、これはタコのマリネです。と、こちらはこの辺は、昆布締めにしてあるのも添えてありますね。と真ん中は大根のきんぴらと、マッシュルームのソテーとセミドライトマトと、真ん中にかぶをお皿にしてあります。赤かぶと白い大根のマリネをお皿に下に引いてあって、間にはこれはケール入れてあるかな。とこちらは大人気の昆布締めと、ビーツの真ん中はペーストをちょっとつけて食べる感じにしていて、こちらはタウリンとかね、亜鉛とか豊富な貝類と、マダイを昆布締めにしたものを、
ちょっと綺麗に華やかにしてみました。すごく全部簡単でコスパもすごく良くて、で、ちょっとしたねコツだけつかめれば本当に時間短く作れるものなので、動画見ていただくとねちょっとしたコツとかがつかめると思いますので、ぜひまた追ってレシピとかチェックしてみてください。いかがでしたか？どれも簡単で健康にも美容にもとっても良いので、ぜひ試してみてください。みんなで綺麗になりましょうね。美魔女スタイルのチャンネル登録、いいね、コメントどうぞよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。